今日はルームツアーの動画を上げようと思いまして、僕の部屋を軽く紹介したいと思います。自分の部屋から普段座っている位置から見える景色はこんな感じです。今日はルームツアーというかフィギュア部屋を紹介します。ガラスケースも完成したのでルームツアーということで、この後部屋を見ていきたいと思いますよ。今日はフィギュア部屋兼配信部屋のルームツアーをしたいと思います。2025年9月フィギュア部屋のルームツアーをしたいと思います。まずは正面にデスクがあります。右側にはモニターがありまして、その上は予備のパソコンのモニターです。このデスクは昇降タイプです。このように高さが変わってくれます。マイクなんかあるんですけれども、このマウスがメインのマウス、こっちがノートパソコンのマウスとショートカットキー、リモコンとかありまして、机の右下にパソコンがあります。で、向こう側に大きなモニターがあります。大きなモニターの下にはスピーカーがあります。その下にプレステ5があります。机が黒いと結構ホコリが溜まっちゃうんですよね。ホコリが目立つんですよね。こまめに掃除しているつもりでも結構ホコリがすぐ溜まってしまいます。これはマウスの充電器です。これはキャプチャーボードですね。その隣がオーディオインターフェイスです。 PS5 のコントローラーの下には年末ジャンボがあります。年末ジャンボは6000円分買いました。600円当たりました。そして座ってるのがベッドなんですよ。このようにベッドに座っております。ベッドに座椅子を乗せて普段は使っております。まずは机周りから机の上がすごくごちゃごちゃしています。トグロが3つありますよ。机の横にはモニターが2つあって、正面には大きなモニターがあります。そしてマイクね。これが電気。これが正面のモニターのリモコン。これがオーディオインターフェイスとキャプチャーボード。マウスと作業用のノートパソコン。そして普段使ってるキーボードがこれなんですが、超ちっちゃい。もうこれで慣れたら大きいキーボード使えないです。そして横にパソコンがあるんですけど、2台あるんですよね。上のモニターがこの上のサブパソコンですね。この机でどこに座っているかというと、実はベッドに座っております。ベッドに座椅子を乗せて座っております。クローゼットの中にベッドを突っ込んでしまってます。で、服がかかってて、でギターがかかってるんですけど、ここにもギター、向こうにもギターが、一番くじで当たったポスターとかクリアファイルを適当に壁に貼っております。ほんで上は、ここは未開封というか箱にしまってあるフィギュアを飾っておりますよ。メカフリーザとか、これなんだっけ、あまりの冷え、ダブってる冷え、羽毛銀、奥にもいろいろ眠ってます。飾るところが今なくて、とりあえずここに保管してあります。そしてベッドに座るとこんな感じで、横にパソコンがございまして、モニターがございまして、配信機材がありまして、正面モニターが映っております。で、ガラスケースがございます。で、クローゼットの中にベッドを突っ込んでおりまして、クローゼットのレールの間にギターを吊り下げるものをはめ込んでしまいまして、ミニアコースティックギターを飾ってあります。そしてクローゼットに3本のギターが、ギターとベースですね。5弦ベースと7弦ギターと6弦ギターでございます。
もう1年以上引いておりません。そして洋服がかかっておりまして、その上のスペースに開封していないフィギュアが飾ってあります。壁側にあるのがちいかわのネンドロイドたちです。まだ未開封で開けていません。でプライズとか一番くじのフィギュアが基本的にあります。悠々白書のダブったクラマとヒエがここにあります。このイタチ最近出たグランディスタのフィギュアなんですけれども、めっちゃかっこいいんで開けないでちょっと取っておいてあります。でヤムチャとかダブったやつ開けないで取ってあります。で魔人ブーのぬいぐるみがあるんですけれども、置く場所がないのでここに置いてあります。この魔人ブーのぬいぐるみは100円で取れました。そして一番くじのカイトが、その奥に悠々白書のトグロ 100% 中の 100% があったり、奥にナルトとかね、いろいろあります。目の前にデスクがあるのですが、座っているのはベッドでございます。正面に大きいモニターがあります。いつもこれでゲームを見たり映画を見たりしています。こちらではそうですね、検索用とかツイッター用とか、あっちで文字見るとちょっと見にくいのでね。でここに USB、 外付け USB スイッチがオンオフできるやつ、エレコムさんで、これはまあスマホスタンドですかね。これは照明で、これがマイクで、これがマウスの充電器で、スマホ充電器タイプ A と、これタイプなんとか、まあ、キーボードですね。キーボードちっちゃいんですよ。もうこのキーボードで慣れたら大きいキーボードが邪魔で使えないです。そしてこれはまあ掃除機の充電器ですね。これがキャプチャーボードで、これがキャプチャーボードからつなげてスマホにつなげる機械です。でこれはノートパソコン、アップルの。でこれが正面のモニターのリモコンで、このマウスはこのノートパソコンのマウスです。でこれがオーディオインターフェースでプレステ5のコントローラーで、クローゼットの中にギターが吊り下げてあって、服がありまして、その上は、まあ、飾ってないフィギュアが、開けてないフィギュアとかたくさんあります。普段座っているところなんですけれども、ベッドに座っております。椅子置きたいんですけれども、部屋が6畳なので結構狭めなので、椅子をどかしてスペースを確保するためにベッドに座っております。背もたれがないんですけれども、まあ背もたれがない分背中をピシッとするので姿勢が良くなった気はします。ということで、こちらが正面。この机は昇降タイプとなっております。メモリーで設定してるんですけれどもね、自動で上げ下げできる昇降デスクとなっております。右側にモニターがありまして、その上にもモニターがあるんですけれども、パソコンがゲーミングパソコンを使っておりまして、で配線がね結構ぐちゃぐちゃしてるんですよ。見えないようにしたいんですけれども、しょうがないということで、下に古いパソコン使ってないんですけれどもね、この古いパソコンが上のモニターとなっております。その下が引き出しなんですけれども、上の方は楽器のエフェクターとか入ってるんですよ。で楽器がギター、エレキギターなんですけれども、最近全然弾いてないです。もう1年以上弾いてないような気がします。ギターはクローゼットのハンガーラックにかけております。右からギター、6弦ギター、真ん中が7弦ギター、その後ろが5弦ベースですね。服がかけてありまして、なんですけれども、これはカメラの電池。カメラが最近買ったんですけれども、こちらアクション5 Pro、Vlog とかね
なんかニュースキャスターとかよく手に持ってるカメラです。かなり映像が綺麗で、電池も結構長持ちするのかな。なかなか重宝してます。USB 関連ですね。データをスマホとか PC に移動するときに使うように。で、これが普段使っているキーボードなんですけれども、ちっちゃいですよ。ちっちゃくて文字が打ちにくいと思うんですけれども、これに慣れてしまったら大きいキーボード邪魔くさくてしょうがないんですよね。そしてこのマットなんですけれども、さっき掃除機でかけたんですけれども、すぐに汚れがついちゃいますね。ホコリとか白いゴミが目立ちますね。で、こちらがレーザーのマウスなんですけれども、結構横とかショートカット割り当てできてかなり重宝してます。で、こちらがゲーム配信でキャプチャーボードとミキサーが混ざったものなんですけれども、これすごく便利そうだったんですけれども、すごく不安定で、自分の機器とは相性が悪いせいかすごい不安定で、特にね、これで配信するとすごい音が途切れたりするんですよ。なのでゲームの映像だけ出力するゲームキャプチャーボードとしてだけ使ってます。で、下が持つ M4 なんですけれども、こちらがオーディオインターフェースで、こちらはすごい安定して使えますね。かなり使いやすいインターフェースです。で、プレステ5のコントローラーと正面にでかいモニターがあるんですけれども、正面のモニターでゲームとか映画とか見たりしています。で、こちらが正面のモニターのリモコンで、これが正面のリモコン。で、これゲームするとき手に持ってるの疲れるんで、これに100均ですね、これは。100均だけども、300円だったかな ?200 円だったかな ?300 円か200円のスタンドです。こちらは iPhone 12 mini ですね。で、今持ってるのが16 Pro Max なんですけれども、16 Pro Max は撮影用とかゲーム用に使っていて、まあこの iPhone 12 mini はただの通話機として使ってます。ベッドの横にはマッサージ器具と前使っていた時の椅子がありまして、左には棚がありまして、ブルーレイやら DVD やら下は CD やらあります。その横にはフィギュア棚がありまして、上はトイストーリーとかドラクエのミイラ男がいます。ガラスで反射しちゃうので今開けてますけど、まあこの棚をずらすと、まあ、後ろにも映画があるんですけれども、まあたくさんありますよ。DVD やらブルーレイやら、一応アイウェオ順で並んでます。で、こっちに007のブルーレイがあります。ブルーレイとかいっぱいあるんですけど、半分ぐらいはまだ見ていないんですよね、実は。買ってまだ見ていないのがたくさんあります。下の段はゲームちょこっとソフト置いてありまして、その後ろは全部 CD です。 CD ケース厚みがあるので、こういった薄いケースに全部入れ替えて保存してます。ほとんど洋楽しか聴きません。ほとんど洋楽のメタルです。その横にはフィギュア棚があります。一番上がトイストーリーありまして、飾り方が今適当になってるんですけども、一番上がナルトのヒナタとサクラ、横で回転してるのがぷよぷよのアルルですね。アルルナジャで、その横が軽音、昔撮ったやつなんですね。軽音しまい込んでたのを見つけたので飾ってみました。その下がマジシャンガールとかラムちゃん、イレイナ。実はイレイナアニメ見たことなかったんですよ。ただ単純にこのイレイナに一目惚れして、プライズのフィギュアですけど手に入れたんですよ。ほんと今日イレイナ見ました。で、その下がビックリマンのフィギュアとモンスターハンターのフィギュアと、でその下がドラゴンボールシリーズとなってて、フィギュアを集めてからドラゴンボールのフィギュアは手を出したらまずいなと思って手を出していなかったんですよ。やっぱり欲しくなってきちゃったんですよね。旧作からドラゴンボール1から Z あたりまで
順番に集まればいいかなみたいな感じで集めております。まだサイヤ人の悟空とかいないですよ。そのうち手に入れたいです。上から見るとモニターがあって、横にフィギュアケースがあって、その横に棚があるんですけれども、さらにフィギュアケースがあって、今度はブルーレイとか CD の棚があります。そしてドライヤーがカーテンレールに取り付けられています。魔人ブーのぬいぐるみ100円で取れたんですよ。ブルーレイの棚はスライド式で、こんな感じにたくさんあります。まだ半分ぐらい見てない映画が入ってます。下は CD ですね。ほとんど洋楽メタルです。ここはゲームソフトが置いてありますよ。下にダンボのフィギュア、ダンボのなんだろうこれ、手足が上下に動くやつ、可動フィギュア、可動ダンボ。ここにクリアケースがいっぱいあります。ここの棚はめっちゃ雑多に飾ってありますね。ハンターハンター。プライズなのに結構出来がいいですね。そしてこの間の一番くじ悠々白書のフィギュア。いいですね。めっちゃかっこいい。トグロでかっ。トグロの下にラムちゃんいるけど、その下はドラゴンボール。ウーロンとプーアル、いいですね。ここに父が加わる予定です。キツキツなんですね。飾るところがなくてちょっとキツキツです。下のフリーザとブーはこの向きじゃないと閉まらないんで、今とりあえずこうなってます。はい、棚を組み立てました。これで5台目の棚です。ジャンルがバラバラですけれども、なるべく同じようなジャンルになるように飾っております。前回この棚がこっち側にあったんですけれども、模様替えをして壁の奥にやりました。ストーブの横にガラスケースがあったんですけれども、さらにそこの横のスペースに新しいガラスケースを置きました。本棚の上にはウッディとエルデンリングの被り物と映画系のブルーレイがありまして、あとは下は CD ですね。新しい棚には一番上の段には後ろにスターウォーズ2人いて、あと前は DC のジョーカーとハーレークイーン、そしてイットペニーワイズがいます。怖い。上から2段目は歴代スパイダーマンを飾りました。この3人揃えるの夢でした。やっぱりいいですね。そして上から3段目、ここはデスストランディングというゲームのフィギュアでございます。2025年6月にデスストランディング2が出るんですよ、プレステ5で。それでゲームについてくるスタチューがあるんですけれども、そちらを予約したので、ここの BB ポットの横にスタチューが届く予定です。そして一番下、ここはエルデンリングコーナーでございます。後ろにマレニアさんで、手前にメスメル、両方ゲームの特典のスタチューでございます。そして5
2025年5月にエルデンリングの新しいゲームが出るので、そちらもスタチューがつくんですよ。そちらを予約したので、このガラスケースに入る予定でございます。はい、そしてその横のガラスケースは日暮の泣く頃には変わらずに飾ってあります。上には溢れてしまった羽生を飾ってあります。相変わらずこの両面テープの LED がちゃんとつかないんでプラーンとなっちゃってます。こんな感じで飾っております。でその下も変わらずにマーベルで飾ってあります。キャプテンアメリカまだ手に入れられていないです。かっこいいですね。そしてなんとその下はハンターハンターのフィギュアで飾っております。はい、キメラアント編のフィギュアコンプできたのでこちらにまとめて飾ってありまして、でその前から持っていたハンターハンターのフィギュアをこういう風に飾っております。もうギチギチでこれ以上何も入らない状態です。フィギュア同士がくっつかないようにギリギリに飾ってあります。しかし8月にキメラアント編2が来るので、またフィギュアを手に入れたら飾り方をいろいろ考えないといけないですね。そして後ろは窓でいろいろ置いてあります。ぬいぐるみとかね、水とか買い替え用のものとかね。壁側の棚には映画のブルーレイがあります。先月もね紹介したんですけれども、映画はですね、こんな感じの映画がありますよ。あいうえお順に並べております。ゴシップガールの DVD あります。こっちは007の全部あります DVD で、日暮の泣く頃にの DVD とか、あっちは大きさ的に入らない、棚の中に入らないものを入れてます。で100均で買ったまだ開けてない小物がたくさんあります。下は CD です。ほとんど洋楽メタルの CD でございます。でここにもちょっと雑貨がね、まだ使ってない雑貨とか入っております。でその横の棚っていうか、その横はガラスケースなんですけど、フィギュアケース。一番上は明かりをつけますか。明かりをつけまして、後ろがスター・ウォーズのレイ・スカイウォーカーとカイロレン、手前がバットマンスーツを着たジョーカーとハーレークイーン、かわいい。真ん中イット、ペニーワイズがおります。そしてその下が歴代スパイダーマン3人いるんですけども、最近ようやく手に入れたキャプテンアメリカ、かっこいい。ちょっと今飾るところが整理されてないのでここにおります。そしてその下、デスストランディングのフィギュアです。来月かな、6月かな、デスストランディング2が発売されるので、スタチューがついてくるゲーム買ったのでここに入る予定です。でその下がエルデンリングのフィギュアが飾ってあります。エルデンリング新しいナイトレインのスタチューも届いたのでこちらに飾っております。その横のガラスケースは日暮の泣く頃にのフィギュアが飾ってあります。でその上がちょっと飾れなかった羽生を飾っております。シオンとミオンのフィギュアは、新しいフィギュアはいつ来るのでしょう。でその下はマーベルのフィギュアとなっております。ハルクとかソーとかロキ、
ブラックウィドウ、アイアンマン、マーベル、コールソン。ここにちっちゃいアントマンがいます。ここをちょっと整理してキャプテンアメリカを並べたいんですけれどもね、どうしよう。どうやって並べようかな。そしてその下はハンターハンターの一番くじのフィギュアを飾っております。8月に新しいハンターハンターのフィギュアが来るんですけれども、どうしよう。隙間がないんですよ。こう裏に来て窓側ですね。窓側は普段使わないものを詰め込んであります。ごちゃごちゃしてます。で、こっちに来ると壁側に棚があります。棚の上には被り物とかあるんですけれども、いつ被るんだっていう感じで、エルデンリングの被り物とかアイアンマンの被り物があります。上の段の棚には映画が収納されております。ブルーレイとか DVD とか、ほとんど洋画ですね。ここに007、そこに日暮らしの DVD とかありますけれども、下が塞がれて開かないので、まだ買ってみてない映画がいくつかあるんですけれども、あいうえお順に並べております。こんな感じで。あいうえお順で、下が家業作業となったり、他行は多いですね。で、こんな感じで。で、横のは、この棚に入らない DVD、ブレイレイとか入れていたりします。そして、その下の棚には、100均の壁にも付けられるディスプレイケースが余っているのを積み重ねているんですけれども、さらに普通のクリアケースも積み重ねております。置く場所がないのでね。そして中には CD が大量にあります。この CD たちは主に洋楽のヘビーメタルが多いです。あとはビジュアル系、日本のビジュアル系だったり、あと少しジャズとか CD があります。Amazon で薄いケースを買って場所を確保するために全部薄いケースに入れ替えました。こんな感じで。こっちの方には、ゲームソフトで、奥に冬に使うストーブですね。で、暖房があったりしますね。で、その右には、フィギュアケースです。そして、フィギュアケースの上にダイソーのアクリルケース、500円のアクリルケース買ったのを、マンダロリアンのフィギュアですね。入れてあります。そして、一番上には、スパイダーマン、歴代スパイダーマンの方たちが飾ってあります。その後ろは、ハッピーくじのアイアンマンと、ブラックパンサーのフィギュアが後ろに隠れております。このスパイダーマンの3人を並べるのが夢だったんですよね。かなりお金を使いました。で、その下が、飾り方がすごいバラバラなんですけれども、その下は、悠々白書の一番くじのフィギュアが飾ってあります。100% 中の 100% のトグロがでかすぎますね。そして、この間の一番くじ、ハンマーバキのトリケラトプス剣が飾ってあります。そして、比叡の後ろに見えるのは、なんか、見えますね。これは比叡の黒龍ではございません。下に見に行けばわかるんですけれども、その下が、コンセプトがおかしいですけれども、ナルトの一番くじと、メガハウスさんから出ているフィギュアが飾ってあります。少年期のナルトいいですよね。そして後ろに、ちょっと場違いな人がいるんですけれども、置く場所がないので、ここにしか置く場所がないんですよ。
裕次郎がいます。その後ろになんか黒い柱が見えますね。裕次郎のオーラではありません。ということで、その下行きますか。ここでも見えますね。この柱の正体が。ここしか飾るところがないんですよね。いや、この飾り方しかガラスケースに入れられなかった。はい、ゴンさんが見えますね。ここは、ハンターハンター一番くじですね。キメラアント編2をロット買いしたので、なんとかここに詰め込んでおります。本当に詰め込んでるので、なんかかっこよく並べたいんですけれども、もう飾るスペースがないので、このようにしか飾れないんですよ。で、ゴンさん、この紙の長さ、ガラスケースに収納するのが無理なんですよ。どうやって収納しているかというと、このガラスケースが富士貿易さんのガラスケースで Amazon で買ったんですけれども、この一段一段にガラスケースの板があるんですけれども、結構幅があるんですよ。この幅を利用して一番下の1段目のガラスケースを目いっぱい手前に引っ張って後ろにスペースを作ってゴンさんの髪の毛をなんとかスペースを確保している感じですね。そして2段目、3段目とこの髪の毛が侵入してなんか比叡が黒竜派を出すオーラを出しているかのような感じとなっております。そして下から行きましょうか。その横、ガラスケースの種類が違うんですけれども、こちらは結構横幅が広いものとなっております。この人がめっちゃかっこいいですよね。かなり出来がいい。で、こちらがハンターハンターです。その上がまたまたコンセプトがバラバラなんですけれども、マーベルシリーズを飾っております。いやー、これはホットトイズはやっぱりすごいリアルですよね。すごい、これは見ててウキウキしますよ。キャプテンアメリカ、この顔最高ですね。で、ロキ、ソート、コールソン、ブラックウィドウ、めっちゃ胸元全開に飾ってますけど、マーベルとハルク、いやーすごい、ハルクがすごい。これはこんだけ飾ったらもう圧巻ですね。ホークアイとかいないんですけれども、そのうち手に入れたいですね。そしてその上は日暮と泣く頃にのフィギュアを飾っております。ここだけすごい美少女たちですね。日暮大好きですよ。日暮の泣く頃に毎年夏日暮を見たくなるほど好きです。いや、9月20日にプライズで羽生の新しいフィギュアが出るんですよ。だがしかし、なぜ園崎姉妹が出ないんだ。昔のフィギュアで園崎姉妹はあるんですけれども、存在してるんですけれども、新しく園崎姉妹のフィギュアが全然出てこないですね。悲しい。で、その上が羽生の普通に売られてるやつと、このシュークリーム持ってるのが一般に売られてるやつと、その青っぽいやつが、これがウェブくじの景品です。で、その上は余ったアクリルケースと、そうですね、その一番上は開けていないガシャポンもたくさん入れております。あんまり下まで映すと散らかってるんで、ちょっと映したくないですね。モニターがでかいんですよ。これ49型なんで、この大画面でゲームしたら最高です。映画とかね、最高ですよ。で、横にマスク入れとかテープ入れとかで、その下に PS5 あったりで、この横がタンスです。下着入れですね。上の方にはマーベルのポスターが飾ってあります。パンチウサギなんかクレーンゲームで撮れたんで飾ってあります。真ん中の犬は服屋さん行ったらブリキのおもちゃが売ってたんで可愛かったんで買っちゃいました。このタコとイカはガチャポンじゃなくて100均で買いました。その後ろのサメはガチャポンです。
でおぱんちゅうさぎの上にいるマーモットもガチャです。上に生首がありますけども気にしないでください。フィギュアケースがありまして、一番上は主に日暮らしの泣く頃にですね。光るのをつけてんですけどくっつかないんですよね。すぐ外れちゃうんですよね。その横に違うフィギュアケースがあるんですが、はみ出た日暮らしのフィギュアを飾っております。でその下が年末に手に入れたジョーカーですね。かっこいい、かっこいいわ。寂しいから DC のフィギュアもうちょっと増やしたいんですよね。ホットトイズのフィギュア高くてなかなか手が出せないで揃えられないんですよね。そしてでかいフィギュアありますけども、ホットトイズのフィギュアですね。クオリティがすごい。今にも指パッチンしそうです。ハルクでかい、かっこいいな。その横もマーベルではみ出たやつ飾ってあります。スパイダーマンはね3人揃えたいんですよ。でその下がスターウォーズ、ダース・ベイダーとかまだいないんですけど、お手頃で手に入りやすかったのがこの2体なんですよ。やっぱかっこいいですよね、スター・ウォーズ。でマンダロリアンも見たんですよ。マンダロリアンのドラマはめっちゃ面白いですね。グローグとか可愛いですよ、めっちゃ。スペースウエスタンかっこよかったです。そして真ん中がゲーム系のフィギュアなんですけども、デスストランディング、鉄拳とかエルデンリングとかリトルナイトメアとか飾ってあります。窓側ですね。窓側完全に封鎖しております。左側には裏物じゃないガチャポンを並べております。カップヌードルコンプしましたよ。並びは適当です。入れ方は適当なんで。で一番上突っ張り棒が入らないんで倒れないようにカプセルで固定してます。右側が一応キャラものなんですけど、まだまだ入りそうですね。このスズメはガチャポンですけど、その横のは違いますね。神社でみくじ買った時についてきたヤタガラスです。でその上はおじゃる丸とかガンコちゃんとかユーマシリーズ、キャラもののガチャを飾っております。なんか違うのがありますけども、上まで続いております。その下が壁に貼り付けたディスプレイケースにガチャポンたちが飾ってあります。まだまだいっぱい入りますね。またガチャガチャいっぱいするんでどんどん増えていくんですけど、入りきらなくなった時どうしようかと。飾らないやつはしまってしまうのか。でもどうせなら全部飾りたいですけどね。飾る場所を探してどんどん増やしていくしかないですかね。という感じでデスクの座ってる位置からそこから見た景色です。左手に行きますとフィギュアケースがありまして、ガチャポンケースコーナー、そしてここにもフィギュアケース、その横に本棚。あの水筒はタリーズコーヒーに行って可愛くて一目惚れして買ってしまいました。使ってないで飾ってあります。といった感じでこっちへ来るとガシャポンフィギュアがいっぱい飾ってあります。この棚をジオラマっぽくしてこのフィギュアたちをちょっと飾りたいんですけどね、まだ手がつかないでいます。そして今日 UFO キャッチャーで取ってきたヨッシー稼働する。めっちゃ可愛いのこれ、大きくて。そしてモホーク、ダッフィー、ちいかわが飾ってあります。アイアンマンのヘルメット。ちょっとねこのヘルメットはサイズが大きすぎて被るのが大変。これちょっとね外れるんですよ。で外れた時に音が鳴るんでかっこいいんですけどね。かっこいいんですけどちょっと大きすぎます。
こっちの棚もねちょっと日暮と他のアニメキャラが混ざってるんだけども、置く場所がとりあえずできるまで。下がバットマンとハーレークイーン。スーサイドスクワット版のバットマンも欲しいけど高くてなかなか手が出せないです。そしてこっちは初代スパイダーマンとアメイジングスパイダーマンと新しい方のスパイダーマンです。後ろにロキとコールソンがいます。その下はスターウォーズ系です。闇落ちのアナキン・スカイウォーカー欲しいけど、上ははいエルデンリングのモンスターの被り物、そして置くところがないモンハンのリオレウス、一番口のリオレウスと、このアイルなんだっけな、UFO キャッチャーなのかな。そしてハッピーくじのアイアンマンとブラックパンサー、そしてビックリマンのヘラクライスと、かっこいいね。でその下は日暮の泣く頃に、こっちにもあるけどこっちに入らない分を隣のケースに入れてます。ミオンとシオンのフィギュアはいつ来るんでしょう。その下はマーベルのフィギュアです。ハルクでかい。そしてアイアンマンかっこいい。ブラックイドウ、マーベル、ソウ。そしてガチャガチャのアントマンなんですけどサイズ感がいいんでここで飾ってます。その下は雑多に飾ってありますよ、ゲーム系のフィギュアが。デススト、エルデンリング、リトルナイトメア、鉄拳。そしてその横にでかいモニター、49型のモニターがありますよ。その上にこのねモニターに取り付けて台になる商品が100均にあったんですよ。これすごく便利ですよ。おパンチウサギ、洋服屋さんで売ってたよくわからないブリキのワンワン、栽培マンの箱が飾ってありますけどね。そんでその後ろはマーベルのポスターが飾ってありますよ。で端っこがマーベルのカードかな、くじにあったカードを取り付けてます。その下は掃除機。モニターの下にスピーカーがありまして、その下めっちゃ配線ぐちゃぐちゃだけど PS5 とサーキュレーターとかありまして、その横はねマスク入れとかガムテープ入れとかで、ここが下着入れですね。ほんで扉に帽子とかかけてエルデンリングの地図のポスターとポストカード壁にかけております。上にグレムリンのギズモがとりあえず置いてあります。デスクのモニターの柱に骸骨くっついてるんですよ。ここ磁石なんですよね。これはね電源を入れて台に乗せるとこのドクロが浮くんですよね。でここ磁石になってて、で回転したりするんですよね。Amazon で15,000とかで売ってたんですよ。で販売業者が間違えたのか一桁間違えたのか1500円で売ってたんですよ。でそれを買っちゃったんですよね。15,000を1500円で買っちゃった。とりあえずここにくっつけております。こっちは使わないであろうギターかけてあって、このイラストは化け物語の忍の絵を描いてもらったの、昔に。そしてこっちはプライズのフィギュアの箱を飾ってないやつ保管してあります。ここにもギターがあるんですけどね、ギターがやたらとある。最近全然弾いていない。でパソコンがあってモニター。今の部屋の状況はこんな感じでございます。そしてここら辺は工具が飾ってあってストーブがありまして、
こちらは、ガチャポンコーナーですね。ガチャガチャを引いたものを飾っております。見てみましょう。はい、ガチャガチャで引いたものが雑多に飾ってあります。この間動画にした靴が早速ケースの中で崩れています。食べ物系とかね、ガシャポンクエストのフィギュアちょっとまだ飾るとこ見つけてないんで、こんな状態に飾ってあります。倒れてる。靴系のガチャガチャと食べ物系ですね。そしてなんでしょう、これはゲーム系ですね。こちらはガチャガチャではないんですけれども、クレーンゲームで取ったゲーセンのスティックです。こっちは楽器系ですかね。太鼓の達人のボタンとかあるんですけれども、キーボードがありまして、その下ドラムセットですね。で、遊園地じゃない、公園の遊具ですね。で、雑多にいろいろ飾ってありますと。ここは回転台ですね。ほこりが溜まっておりますね。そしてこちら壁に取り付けられるケースです。グレムリンとか映画系、ホラー系のガチャポンが飾ってあります。ちいかわとかお猿のジョージとかグローブ、こんな風に雑多に飾ってあります。画鋲で取り付けてます。で、こっち側にはドラゴンボールの飾ってありますよ、フィギュア。その下はギニュー特戦隊たちとフリーザとかで、その下グランディスタの悟空とかいますけれども、そして鉄拳のねスタチューがあるんですけれども、飾るとこがないんで、とりあえずここに置いてあります。スペースがあるので。はい、そしてこっちが一番下が悠々白書の一番くじのフィギュアでございます。桑原はいつ来るんでしょうね。そしてその横のケースには、ここら辺はちょっとねコンセプトを合わせたいんですけれども、ごちゃごちゃに飾ってありますね。その下は初期のドラゴンボールで基本的に飾ってあります。いいですね。で、その下は人造人間とセル、ドクターゲラとか欲しいんですけれども手に入れられていないです。高いですよね今。その下はとりあえず今空です。今後何か増えた時に飾りたいと思います。そしてガラスケースの横には大きなモニターがあります。こちらのガラスケースの上にはアイアンマンのヘルメットとかちいかわ飾ってあります。そして後ろにグレムリンで、上にポスターが、上というか壁にポスターが一面貼ってあります。パンチウサギで、モニターの下に今月新しく引き出しケースをちょっと2つ調達しました。そしてモニターがございまして、その下にプレステ5でスイッチもあるんですけれども、スイッチ2予約できたんで当選すればここに置くことができます。そしてそこの横は収納ケースで、ゴミ箱じゃない、掃除機がありまして、扉がございます。扉の横の壁にはエルデンリングのポストカードありまして、でこっちにずっと机がありまして、パソコンがありまして、ベッドがありまして、こんな感じの部屋でございます。そんでこちらクローゼットなんですけれども、ク
クローゼットの中に一番最初に買ったガラスケースを入れちゃいました。上にトイストーリーとヨッシーがいます。一番上の段にはぷよぷよのアルルとナルトのヒナタ、サクラとかケイオンとか、その下がブラックマジシャンガールとかワンピースとかパズドラ、イレイナとかごちゃごちゃに飾ってあります。その下もごちゃごちゃに飾っております。こちらの棚は基本プライズとかメインのガラスケースに入らないものを入れております。そしてその下が背景が暗いんで、少年系というかかっこいい系を入れております。ハンターハンターとか、下はゲーム系とかですかね。そして下はマンダロリアン、そして一番下スペースが空いておりますって感じで、新しくフィギュアケースを買ったので組み立てて模様替えをして配置をしました。そしてこのガラスケースの横の壁に100均の壁にも付けられるコレクションケースが取り付けられております。上からドラゴンボールとか基本的にガチャポンのフィギュアなどを飾ってありますよ。で、この下がストーブなんですよ。この下がストーブで、その横の窓枠があるんですけれども、その下にもダイソーの壁にも付けられるコレクションケースを取り付けております。こんなにガチャポン回したんですね。すごい量ですね。ついつい回してしまうんですよね。このカップラーメンとかめっちゃいいでしょ。こんなの回しちゃうよ。そしてここでよくフィギュア開封とかやっています。窓を完全に封鎖しちゃってますね。で、この隙間になんかごちゃごちゃと物を入れてあります。一番くじのクリアポスターとか、こっちにもガラスケースがあるんですよ。で、このガラスケースの上にはアイアンマンのヘルメットとグレムリンのパペットが飾ってあります。そしてこちらの棚にはドラゴンボールのフィギュアが飾ってあります。2台飾ってあるんですけれども、こんな感じでドラゴンボールのフィギュアが飾ってあります。ジャジャンとかの幅が広いケースも欲しいんですけれども、高いのでお手頃なガラスケースを使用しております。ここに入りきらない鉄拳のフィギュアがあったりしますが、でその下は悠々白書で、あとバキ手に入れたんでね、ちょっと今隙間がないんでここに入れてあります。で、こっちの一番下もナルトがあるんですけれども、手前にラストワンのセルがいます。そしてここの下にタンスがあるんですよ。タンスの裏に隠れていたりするんですけれども、ドラクエの。で、こっちに49型のモニターがあります。で、その上がなんかいろいろ飾ってありまして、その後ろの壁にはマーベルのポスターが飾ってあります。モニターの下はスピーカーがありまして、プレステ5とかスイッチがあります。こっち側に掃除機があって、扉があります。この壁にちょうどいい幅があるので、これまたダイソーの壁にも付けられるコレクションボックスというものを取り付けております。こちら500円なんですけれども、かなり収納力があってもっと欲しいんですよね。こんな感じで映画系のガチャポン飾ってあります。一番上グリッターグリモアスシリーズのフィギュアが入ったので飾っております。こっちの横の壁にあと3個ぐらい取り付けたいんですよね。ほんでこの横にもガラスケースがありまして、クローゼットの中にあります。
こちらは基本的にはプライズフィギュアとか入りきらなかったフィギュアが飾ってあります。下ハンターハンターとかモンハンとかいろいろありますね。で、横になんかギターとかありますけれども、でこっち側にパソコンがあります。2台あるんですよね。で、上にカーテンレールの隙間にギターを吊り下げるアイテムを無理やりはめ込んでギターをはめています。これはドクロです。磁石になってます。そして今回フィギュアの飾る場所が少なくなってきたので、新しくフィギュアケースを、ガラスケースを買いました。コレクションケースロータイプということで、もう置く場所が地面にもう置く場所がないのですよ。あと置けるとしたらここしかないんですよ。奥行きが23センチぐらいじゃないとちょっと厳しいやつで、横幅が50センチとか60センチないぐらいじゃないとこの奥がなんか塞がっちゃうので、高さはまあまああるので、これを組み立ててここに取り付けたいと思います。では組み立てます。中はこのように板とガラスと部品が出てきました。まずはこの木の棒をたくさんはめ込みます。取り付けました。次はちっちゃいのにちっちゃいのをつけます。はい、こんな感じでございます。次はカムロック D カムロックネジをつける。少しずつできてきています。次はここをこう頭ですね。てっぺん。高さ調整は後にして、とりあえず扉のガラスを取り付けます。ということでガラスケースが完成しました。これ鍵がついてるんですね。フィギュアを入れていきたいと思います。ということで新しいガラスケースを組み立ててフィギュアを入れてみました。一番下には最近出た一番くじのバキのフィギュアを飾っております。この裕次郎は最高ですね。威圧感がすごいですね。で、2段目はナルトシリーズで飾りました。ちょっとギチギチなんですけれども、で、上は少しスペースが空いてるんですけど、なんか飾れるものはあるでしょうか。先ほどの大して変わりはないんですけれども、まあここにベジータと悟空を並べました。で、こちらには人造人間とセル爆発と悟空で、一番下スペースが空いたので、また何かフィギュアが手に入ったら飾れます。で、こちらは悠々白書。置く場所がないんですよね。ここでしかないんですよ。この新しいケースに入れようとしたんですけれども、トグロ 100% 中の 100% が奥行きがありすぎて入りきれませんでした。幅が46センチですね。奥行きは23センチないぐらいですね。ただこの先のものがあるので7センチぐらいだから、実際の内寸は20センチないぐらいですね。なので飾れる大きめのフィギュア、そうトグロとか大きめなフィギュアは入らないです。高さは81センチとなっております。 Amazon で買ったんですけれども、エクスプライス株式会社さんらしいです。こちら8000円台でしたね。お手頃な価格となっておりました。一番上はダイソー行って500円ぐらいのフィギュアケースあるじゃないですか。組み立て式のフィギュアケースを組み立てて飾りたいなと思います。と、こんな感じで2025年5月のこの横に来ると壁にたくさん付けられてるんですけれども、壁にも付けられるディスプレイケースというものにガシャポン系
クレーンゲームのフィギュア系がたくさん飾ってありますと。この間クレーンゲームで撮った呼び込みくん。これはいいですね。とりあえず飾るところができるまでそこに置いてあります。いろんな本当にアニメやゲームのキャラクターたちコレクションされております。そして下の方にちいかわがたくさんいますね。そしてその下クレヨンしんちゃんとか、お猿のジョージ、中山きんに君のボイスマスコットとかあります。で、そこの余った壁にウェブくじで手に入れた日暮の色紙、飾るところがないので、とりあえずここに飾ってあります。そしてコードが見えてドライヤー、ここで髪を乾かしております。その横の下の方にも壁にも付けられるディスプレイボックスでガチャガチャのフィギュアやマスコットを飾ってあります。もうちょっとでも気になったらガシャポン回してしまうんですよ。こんなに回しました。ミニチュア最高です。コレクションがほんと楽しいという感じで、その上は窓のちょっとしたスペースに小さめのガラスケースを飾っておりまして、スターウォーズのカイロレンとレイ・スカイウォーカーのホットトイズのフィギュアが飾ってあります。ルーク・スカイウォーカーとか欲しいんですけれども、ちょっとなかなか手が出せないですね。いつかは欲しいんですけれども。ただ、ダース・ベイダーのフィギュアは予約してあるんですよね。来年かな。飾る場所を作らなければなりません。そしてその上、ちょっと怖い首が見えていたんですけれども、こちらはハーレークイーンとジョーカー、そして種類が違うんですけれども、イットのペニーワイズが飾ってあります。いや、すごい。これは出来が良すぎますね。ペニーワイズとジョーカーの顔がすごいリアル。そして可愛い。ハーレークイーン可愛いですね。素晴らしいフィギュアたちです。そしてその上はクレーンゲームで撮ったハンターハンターのフィギュアたちが飾ってあります。で、その上に他にフィギュアが置けるように空のボックスが置いてあるんですけれども、その横にも下からこの間手に入れたエルデンリングのマレニアのアクションフィギュアが飾ってあります。で、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが詰め込まれております。で、イレイナも詰め込まれており、その上がちょっと適当に詰め込まれておりますね。ビックリマンとパズドラ。で、上がモンハンですね。リオレースとアイル。スカウター型スピーカー、クレーンゲームで撮ったんですけれども、まだ使ってないですね。で、クレーンゲームで撮ったクレーンゲームのアームです。これはね、面白いですね。2個取っちゃいました。そして、カーテンレールの上にも壁にも付けられるコレクションボックスというものを付けて飾っております。ちいかわのハッピーセット第1弾第2弾コンプしてあります。で、その横が僕うさぎ推しなんでうさぎの大きめのものを入れております。で、あとバイクに乗った動物たちなんですけれども、こちらもクレーンゲームで撮ったものとなっております。そして横もクレーンゲームで撮ったマンダロリアンのぬいぐるみ。そしてクレーンゲームで撮ったリトルナイトメア2のフィギュアたちです。そしてその横にもガラスケースがあります。こちらは主にドラゴンボールですね。ガラスケースの上には2回か3回でやってたミラボレアスのフィギュアがあります。ちいかわのマスコットソフマローというフィギュアとか、裏にちょっと隠れちゃってるんですけれども、グレムリンのパペット人形があったりします。で、鉄拳のフィギュアがあったり、ドラゴンボールがあったりします。ガラスケースの中にはドラゴンボール、上の方はピッコロとか神様とかじっちゃん、タオパイパイとか、ここら辺が飾ってあります。その下がちゃんと飾りたいんですけれども、なかなかスペースを確保するのが難しいですね。裏に一番くじで手に入れたビジュアルボードを飾って、亀ハウス飾ってあるんですけれども、ちょっとスペースがないのでね、亀仙人が宙に浮いてる感じになってます。クリリンとかウードンがいたりします。で、その下が
ギニュー特選隊ですね。一番くじのギニュー特選隊とクレーンゲームのギニュー特選隊が飾ってあります。そしてその下がまた結構バラバラなんですけれども、国威の戦士とか、悟空後ろにちょっと隠れてるんですけど、ミスターサタンとか、アナウンサーとか、父、ご飯とかいます。さらにその横にもガラスケースがありまして、下から見ますと、この間の一番くじの爆発セルですね。で、悟空と、その後ろが人造人間たちとセル。そしてその上が、はい。ようやく手に入れたポルンガ。で、デンデについているドラゴンボールなんですが、プラスチックのやつで湿気か気泡かなんか跡がついちゃってるんですよね。で、この間、つい最近発売されたのかな、セブンイレブンで売ってた、これのミドルサイズっていうのがあったんですよ。ドラゴンボールスーパー、ドラゴンボールレプリカ。これが大きいやつで、こちらミドルバージョンは全部手に入れて、なんとデンデのこの一番くじのプラスチックのドラゴンボールとサイズが同じだったんですよ。なので入れ替えました。すごいやっぱりクリアだとすごいドラゴンボール感ありますね。映えますね。で、ここら辺はナメック星な感じで、クリリンご飯、ベジータ、悟空、その後ろにブルマがいるんですけれども、で、ポルンガ、存在感が強いですね。やっぱり最高ですね、これは。その上は、ドラゴンボール無印な感じで、ピラフ一味と、ブルマと、ヤムチャ、プーアル、そして、大猿がいます。で、後ろにピラフ状のボードが飾ってあります。で、その上が、ちょっとだけ手に入れたんですよね。占いババ欲しいなと思って、この4つ手に入れました。そして、その上がシェンロンです。これはドラゴンボールスーパーの方のシェンロンです。高い方のシェンロン2種類ぐらいあるんですけれども、そちらはなかなか手が出せないので、こちらのシェンロンを購入して飾ってあります。ということで、ガラスケースあと1個あるんですよね。で、右側に行きますと、タンスがありまして、サーキュレーターとか、プレステ5があって、清浄機、空気清浄機とかあって、で、モニターがここにあります。で、後ろに使っていない壁にも付けられるコレクションボックスの予備があります。で、モニターに付けられる台がありまして、そこに青鬼のライトとか飾ってありますね。そしてその後ろの壁にはマーベルのポスターが飾ってあります。で、リビングに続いていますと。そして扉の横の壁に、これまた壁にも付けられるディスプレイボックスの大きいサイズですね。こちらもガシャポンのものを入れていたり、ちいかわグッズ飾ってあります。で、グレムリンとかスターウォーズ系飾ってあったり、映画系ですね、主に飾ってあって、上にフィギュアが置けるので入れられるものを入れてあります。そしてこちらはクローゼットなんですけれども、1個だけクローゼットにガラスケース入れてあります。で、ガラスケースの上にトイストーリーのフィギュアが置いてあります。で、その下はちょっとあんまり18金っぽいので、ちょっと遠目でしか映さないですけれども、セクシーなフィギュアが飾ってあります。で、その下がラムちゃんとかで、ぷよぷよのアルル、カイジの一番くじあったじゃないですか。この黒服だけ手に入れました。その下がゲーム系のフィギュアなんですけれども、はい、デスストランディングのフィギュアたちが飾ってあります。その下にデスストのポスターとかありまして、その下がエルデンリングのフィギュアが飾ってありますと。そしてこちらに来るとパソコンがありますよと。一周するとこんな感じとなっております。で、座っているとこんな感じでフィギュアを眺めることができます。
そしてここでゲーム配信したり映画を見たりしています。といった感じで配信部屋兼フィギュア部屋のルームツアーでございました。